名古屋。とりあえず隣の琵琶島駅までレッツゴー。琵琶島駅です。東海道線で1駅米原方面に進んだ駅です。ここで乗り換えて城北線に乗ります。名古屋から1駅でこのディーゼル1両編成の列車。失礼、列車とは2両以上の車両が連結されたものとかいう定義があったような気がするので、列車ではないのかな。名古屋の隣とは思えないこの感覚、一度は味わってみたいと思っていました。すでにここは名古屋ではなく清須市です。名古屋の隣が清須だと今初めて知りました。名古屋の隣にあると知っている自治体といえば飛島村という偏った知識しかない私のことを、そんな蔑んだ目線で見つめないでください。恥ずかしいじゃないですか。出発しました。城北線は JR 東海が保有し、子会社の東海交通事業が運営している鉄道路線です。何回チャット G ホニャララ T に聞いてみても、琵琶島駅は名古屋市緑区だと言い張るし、本当に中身のないクソ解説しか出してきやがらないし、楽して動画作ろうという陰謀はもう少し先になるかと思います。東海道線を横目に1両編成のディーゼルカーは走る。何度も言いますが、ここは名古屋の隣駅です。大阪駅にもディーゼルの列車は来ますが、1両編成の普通ということはめったにないと思います。東海道線を乗り越え進路を東へ取ります。大都会の複線非電化路線をひた走る1両編成のディーゼルカー。反対側にはキリンビール名古屋工場があるけど取り損ねた。今日の予定、とりあえず名古屋から琵琶島まで東海道線普通で移動。琵琶島から勝川まで城北線に乗る。勝川から中央線で名古屋まで帰る。以上。ぐるっと名古屋を回る旅。朝焼けが眩しいぜ。尾張星宮駅。なぜ星宮というキラキラネームになったのか由来がよくわからない駅。チャットなんちゃらに聞いたら平気で嘘を返してきた。そのまま掲載してみる。尾張星宮駅は日本の愛知県名古屋市南区に位置する鉄道駅です。尾張星宮駅は名古屋市営地下鉄の駅であり、名城線、通称名古屋っ子線に所属しています。おい、平気で嘘をつくな。AI に支配された未来が決して良い社会ではないことを暗示しているように思えてならない。別の AI に聞いたらラーメン二郎名古屋本店が近くにあると主張していた。そんなんだから普通の映像を公開してるアカウントをバンしたりするんじゃないのかなと心配になったよ。遠くに高層ビルが見える。あれは名古屋駅かな。意外と高層ビルがないのはなぜだろう。名古屋人的な何かがあるのかもしれない。京都のような規制はなかったと思うのだけど。なぜか勝川方面行きだけ高架の高度が上がります。
もともとは勝川方面から北線路を稲沢方面へ分岐させて下を通す計画だったらしい。ちょうど対向の列車が来た。少し距離を置いて冷静になった2人が再び寄りを戻すように、また伏線に戻る。これだけの都会を走っていながら、なぜ非電化なのか、なぜ1両編成なのか、なぜ日中1時間に1本しか走ってないのか。国鉄が JR になったのが一番の要因です。鉄道公団という国の要求で路線を建設して国鉄に押し付け、建設費は国鉄からリース料として回収するというわけのわからない組織がかつて存在したのですが、建設した路線を押し付ける国鉄がなくなり、場所的に後釜となった JR 東海にリースするからリース料を払えということになったわけです。その額は総額で1400億円、40年払う必要があり、 JR 東海の36期有価証券報告書では支払い額は40億7300万円。とりあえず令和14年度まで支払ったら、その後は残価設定ローンみたいな感じで残価を清算すれば JR 東海のものになるらしい。当面はこのままということなんだと思う。 JR の中では収益率抜群の JR 東海でも、この問題やリニア工事とかで結構苦労してるんだなと思ってしまう。結構途中をはしょって、次は味吉駅、料理マフィアとかグルメコンツェルンの本部がありそうな駅名だな。城北線は名二環に沿って走行中。あんまり乗客はいないね。相変わらずの名古屋砂漠な景色。遠くの高層ビルはどこなんだろうか。土地勘がないので全くわからん。千種とかにああいう高層ビル地帯があるんだろうか。知らない土地では新たな発見ばかりだな。人生勉強だなぁと思う。勝手に料理の聖地みたいに思っている味吉に到着する模様。東月学園の最寄り駅ですとチャットなんちゃらに言われたとしても、それなら納得してやらんこともないな。ちなみに右端の手前に映っている高層ビルはザ・新城北アストロタワー。タワマンです、多分。誰もいない。2組はいないの？さよなら味吉、グルメの都。場所的には春日井市で県営名古屋空港にも比較的近い場所です。なんという高規格路線。都市高速の横を走る複線線路。ディーゼル1両列車とは思えない景色。国費の無駄遣いが生み出した奇跡の景観。名二環横を軽快に疾走する車窓は心のテンションを上げ上げにする。なんだか渋滞しているな。こっちは渋滞なんて関係ないぜ。朝から気分も上々。もうすぐ終点勝川。ローカル線という言葉がこれほど似合わない大都会を走る城北線の旅も間もなく終わる。考えは
特にないな。最初にありすぎた違和感をもはや何も感じない。城北線というのはこういうものなのだとすでに受け入れてしまった。いよいよ最終コーナー。ご乗車ありがとうございました。さよなら名二環。名二環は名古屋第二環状自動車道の略だって言ったっけ？ま、そんなのはどうでもいいか。運賃、切符、回数券は整理券と一緒に運賃箱にお入れください。整理券の方は整理券を運賃箱に入れ、整理券を運転士にお見せください。どなた様もお忘れ物のないようにご支度ください。本日は城北線をご利用いただき誠にありがとうございました。ずっと伏線だったのにここで単線になる不思議。勝川に到着。シュールな光景です。愛知県内唯一の非電化路線、中央線の列車です。JR 中央線の勝川駅までは約500メートル離れています。行ってみましょう。バリアフリーとか関係ねえ。そんな感じです。この路線に投資するとその分 JR 東海の返済額が増加する、そういう謎な取り決めになっているので、何もしないことを全力で行っているのです。本来なら JR 勝川駅に乗り入れるべきだし、 JR 勝川駅にも城北専用のホームがすでに用意されています。しかしそれはしてはいけないのです。この国の闇、歪みが顕在化している例だと思います。そんな例は他にもたくさんあって、インボイス制度だとか憲法9条だとか武器輸出三原則だとか、いい加減時代に合わせて変えるべきだと思います。中央線。立派な高架です。城北線と接続するための橋ができているように思います。この高架は平成7年度から平成22年度にかけて行われた事業です。JR 東海の発足が1987年、城北線の開業が1991年なので、ちゃんとつなぐことを前提にしてあるのは当然といえば当然なのかもしれません。
2032年まではほったらかしだとは思いますけど。あとちょっとで接続されていないのがよくわかります。だらだら歩きが続くので10倍速にします。よし、帰ろう。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでもらえましたか？よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。お願いしますなのだ。